皆さん、こんにちは。久しぶりでもないけど、久しぶりに動画を撮っています。皆さん、元気ですか？私は元気です。今日はこの抹茶を飲みながら、抹茶ラテを飲みながら、最近考えていることを話したいと思います。ちょっと最近までいろいろ忙しくて動画撮れてなかったんですけど、これからもっとこうやって一人で話してるエピソードをアップロードしていこうと思ってるので、まだチャンネル登録してない人はぜひ登録してね。はい。私は今実はスペインにいます。はい。今回スペインに3ヶ月ぐらい滞在する予定です。スペインは私にとって本当に特別な国なんですけど、13年前に留学してて、で、5月に日本に帰らなきゃいけなかったんですよ。で、スペインのバレンシア地方では、6月にラスファーギャスとかオゲラスっていう、なんか火祭りがあるんですね。1年間、すっごく大きい人形を作って、で、それを、街に1週間ぐらい飾ってっていうか展示して、で、最後にそれを燃やすんですよ。で、その燃やす理由が、その1年間の、エネルギー、今までの古いエネルギーを燃やして、もう悪いものも全部燃やして、で、新しいエネルギーで、また1年を始めるっていうお祭りなんですけど、昨日、それを見てきました。すっごく良かったです。ちょっとイントロが長くなってしまったんだけど、最近考えてることについてちょっと話そうかなと思います。実は私はインスタグラムもやってるんですけど、インスタグラムではそういう最近考えてることをいきなりストーリーに上げたりしてるので、私が最近何をしてるかとか、もし、知りたくないかもしれないけど、もし知りたかったら、インスタグラムのストーリーが一番その私の最新情報が見れるので、もし興味があったらフォローしてください。はい。で、最近そのインスタグラムのストーリーでもその最近考えてることについてちょっとシェアしたんだけど、最近なんか人間、人間のつながりって大事だよなって思ってて、人間のつながりって言葉ちょっとおかしいのかな。人間関係。人と人とのつながりの方が多分もっと自然な日本語だと思うんだけど、人と人とのつながりってめっちゃ大事だなって最近感じてて、なんでかというと、スペインに着いたのが1週間前なんですけど、あることがあったんですよ。スペインの、新幹線みたいなものかな。レンフェっていう、列車があるんですけど、新幹線みたいに自分のスーツケースを置く場所があるんですよね。うん。でも、そのスーツケース置く場所がいっぱいになったら、もう本当に大きいスーツケースがそこに置けなくなって、置く場所がなくなるんですね、時々。で、私は今回3ヶ月滞在するから、大きいスーツケースを2個持ってて、できるだけ早く、並んで、前の方に並んだんだけど、その電車の自分の、列車の番号のところに行って、で、そのスーツケースを置くところに行ったら、もう、そこがいっぱいになってて、もうどうすればいいかよくわからなかったんですよね。もうどうしようもなかったんですよ。で、どうしようってパニクってて他の人も困ってる人いたんだけど、ほとんどみんなちゃんと置けてて、で、私のだけ入らなかったんですよ。で、その時に慌ててたら、その、助けてくれた人がいて、助けてくれた人たちは、2人の女性だったんだけど、60歳とか、60代の人だと思う。60代の女性2人が助けてくれたんですよね。で、60代の女性って、その列車に多分ね、30人ぐらいいたと思うんだけど、一番、言ったら力が、まあ、弱いって言ったらあれなんだけど、一番
物とかを持ち上げるときに大変じゃないですか。でもその2人が助けてくれたんですよね。で、若い人もたくさんいたんだけど、みんな携帯を見てたりとか、気づいてるんだけど、もう一番最初にパッて助けに来てくれた人がその2人だったんですよね。で、それを見た時に、で、気づいてる人もいたけど、ほとんどの人はずっと携帯の画面を見てて、あんまり気づいてない様子、気づいてなさそうだったんですよね。で、それを見た時に思い出したことがあって、日本にいた時に、日本の電車に普通に乗ってたら、もう明らかに、この人ちょっと大丈夫かなって心配になるぐらい酔っ払ってる女の子がいたんですよね。多分20代かな。多分20代前半の女性がいて、で、酔っ払ってるのか、もう、寝てるのかよくわからないって感じで、何回も自分の携帯を落とすんですよ。落として、で、他の人に拾ってもらって、ありがとうございますって言って、また同じように、携帯を落とすっていうのを、本当に5回ぐらいやってる人がいたんですよね。で、私、それ見た時に、ちょっと、もうこれは普通じゃないなと思ったから、声かけに行ったんですよ。大丈夫ですかって。まず電車に乗る前にその人、私の後ろに並んでて、2回ぐらい携帯落としてたから、あれこの人、ちょっと体調悪いのかなとか思ってたんだけど、電車に乗ってからもう2回ぐらい携帯を、2、3回ぐらい、2、3回ぐらい携帯落としたから、大丈夫ですかって声かけたら、大丈夫ですって言うんだけど、やっぱりまたちょっと大丈夫じゃなさそうだったんですよね。で、一番ちょっとびっくりしたのが、その人は、最初は普通につり革って言うんだけど、電車の上から吊るされてる持つところ、つり革を持ってたから安心してたんだけど、途中からそのドアにもたれかかってたんですよね。開くドア。電車って、その駅によって開くドアが違うじゃないですか。右側のドアが開く場合もあれば、左側のドアが開く場合もあるんですけど、もう次の駅でその開くドアに、その女の人はもたれかかってたんですよね。で、それ開くと、もう多分そのまま、倒れちゃうから、頭を打ったりするかもしれないじゃないですか。で、それもほとんどの人が、その車両にいるほとんどの人がもうその人はおかしいっていうことは、おかしいというかその人がちょっと、普通じゃない状況だっていうのは分かってたんだけど、誰も動かなかったんですよね。私が一人で声をかけに行ったりとか、で、一回私座ったんだけど、またその開くドアにもたれかかってたから、このドア開くから、ちょっと一緒に座ってくださいって言って私と座ってもらって、電車の中にいるスタッフの人に声をかけて、ちょっとこの方、安全に家に帰れるかわからないので、降りてもらった方がいいと思いますっていう風に声をかけて、で、その人は、警備員さんに降ろしてもらって大丈夫だったんだけど、その時に誰も動く人がいなかったっていうのを見て、ちょっと悲しくなったんですよね。あれ、困ってる人がいても、無関心っていうか、見て見ぬふりって日本語で言うんだけど、見て見ないふりをする。見て見ぬふりをしてる人が、大半で、心配そうに見てる人はいるんですよ。心配そうにこれ大丈夫かなって見てる人いるんだけど、行動に移す人がいなかったのを見て、ちょっと悲しくなったのを、その、スペインのレンフェっていう列車に乗ってる時にまた思い出したんですよ。こういう風に困ってる人がいた時に、パッて動ける人がいないのは日本だけだと思ってたんですよね。日本ってそういう、あんまりなんていうかな、
迷惑をかけちゃいけないし、その人に恥ずかしい思いをさせてはいけないっていう考え方があるような気がして、その人、恥ずかしいっていうかもう、ちょっと大変な状況だから助けてあげた方がいいんだけど、そういうふうに声かけることで自分も恥ずかしいし、その声をかけられた、その女性も恥ずかしいかもしれないっていう、なんだろうな、遠慮するって言うんだけど、遠慮して声をかけてないだけなのかもしれないし、あんまり注目を浴びたくない、注目されたくないからなのかもしれないけど、日本ではそういうふうにちょっと困ってる人がいても、見て見ぬふりをする人が多いんですよね。悲しいことに。そう。でも、それは日本だけかなって思ってたんだけど、っていうか見て見ぬふりをするっていうよりも、もう最近は携帯に夢中になって、周りで何が起きてるかっていうのをあんまり見てない人が多いなって思います。うん。もうなんか自分の世界に入り込んでるって感じで、それは他の国でもそうだと思うんだけど、日本に来た海外の友達がよく言ってるのが、なんか日本人は本当に、なんていうかな、自分の世界に入り込んでる人が多い気がするって結構言われることがあって、私も確かにそうだなって思うんだけど、海外でもそういうことが起きてるんだなってちょっと実感したんですよ。身をもって感じた。自分が体験したんですよね。そう。で、その時に思ったのが、でも、人と人とのつながりがなくなったら、私たちって何なんだろう何なんだろうってちょっと考え始めて、その電車、マドリードからアリカンテっていう街まで2時間半、かかるんだけど、その電車の中でもなんか日記をバーって書いてて、そこで感じたことを書いてたんだよね。でも、出てきたのが、やっぱりちょっと悲しいなっていう気持ち。だって、人と人との関係って本当に大事だと思うし、その知らない人でも、助け合うっていうのが人間の美しいところだと思うんですよ。ちょっと、綺麗事に聞こえるかもしれないけど、本当にそう思うんですよね、私は。なんでそう思うかというと、そういうネガティブな経験だけじゃなくて、ポジティブな経験をたくさんしてて、最近で言うと2週間ぐらい前に大阪の公園、近所の公園でランニングしてたんですよね。で、ランニングしてて、私ランニングしてる時本当に死にそうな顔してると思うんですよ。なんかもう、みたいな。死にそうな顔して走ってたんだと思うんだけど、中年の男性、40代、50代かな多分50代ぐらいの男性が、そうやって私が死にそうに走っているのを見て、笑顔で、頑張れって言ってくれたんですよ。頑張れって。で、本当私死にそうだったんだけど、その頑張れって言われた一言で、なんかやる気が湧いてきて、全然しんどくなくなったんですよ。で、そのランニングしてた理由も、ちょっとなんかその朝、結構不安になる時がたまにあって、ないですか？皆さんもあると思うんだけど、なんか理由わかんないけど、時々不安になることがあって、そういう時は私ランニングをしたり、ウォーキングをしたりするんですよね。体を動かす。運動して、そういう、なんていうかな、思考考えすぎてしまう時、思考がたくさんある時、体を動かすと本当にどっかに行くんですよ、私。だから、不安だったから、ランニングに行こうと思ってランニングしてたんだけど、その不安な気持ちとか、なんだろうな、ちょっとどんよりした気持ちが、その一言、頑張れっていう笑顔で言ってくれたその一言でもう飛んでったんですよ。で、その時に、人と人とのつながりっていいなって思ったんですよね。別に頑張れって言わなくてもよかったと思うんだけど、大阪ってね、結構多いんですよ、そういうこと。関東に住んでた時は全く
本当にゼロだったんだけど、大阪って、結構みんなフレンドリーだし、うん、親しみやすいから、そうやってね、声かけてくれたりとかするんですよね。あとはなんか、本当にすれ違った人、特に大阪のおばちゃんとかおじちゃんは、おっちゃん大阪のおばちゃんとおっちゃんは、あの、本当にね、友達になりやすい友達になりやすいターゲットなんだけど、時々そうやって話しかけてくれる人がいるんですよね。うん。なんか買い物してたら、大阪のおばちゃんに話しかけられて、姉ちゃん、ちょっとこのスカーフ2つ悩んでるんだけど、みたいな。これどっちがいいと思うみたいな感じで、全然知らない人に私のファッションセンスを聞かれて、私そんなにファッションセンスないから、私でいいんですかって言って。多分こっちの方がちょっと夏らしくて似合ってると思いますとか言って、私も普通にそのおばちゃんと鏡見ながら、あ、こっちの方がなんかちょっといいですねとか言って話してたんだけど、そういうことが時々あるんですよね、大阪では。私そういう瞬間がすっごく大好きで、全然知らない人と触れ合う時間って大事だなって思うんですよ。うん。やっぱり人間って社会的な生き物、社会的っていうのは、そう、社会でみんなで生きてる。みんなとのつながりがあるから、あの、生き残れる生き物だと思うんですよね。多分社会的な生き物はソーシャルアニモル。生き物じゃないな。社会的動物っていうのかな。ちょっと後でググらないといけないね。社会的な生き物。社会的な生物。社会的な動物なんていうのかな。後で調べますね。うん。でもそう、社会的なんですよね。人間って。だから、その人と人とのつながりがないと生きていけない存在なんだけど、最近そういう、携帯だとか、あとは AI とか、チャット GPT が出てきて、何でもチャット GPT に聞いてしまうっていう現象が起きてると思うんですよ。もう一つ最近ちょっと怖いなって思ったことがあって、それちょっと話が長くなるから次のエピソードでもっと詳しく話そうと思うんだけど、最近あったニュースで、チャット GPT に聞いたことで、そのままチャット GPT に言われたことをして、そのニュースがすごく大きくなった。事件が大きくなった。本当はそんな、大きなことじゃないのに、大きい事件になってしまったっていうニュースが最近あって、それを見た時にも、でもその人は、自分の家族とかお母さんとかに聞けなかったのかなと思ったり、周りにいる人とのコミュニケーションがあったら、それは起こらなかったことなのに、やっぱりチャット GPT に聞いてそのまま言われたことをするっていうのは怖いなと思ったんですよ。うん。そう。で、私みたいに大学に入った時にみんなが iPhone を持ち始めた世代の人は、も携帯がないっていうその時代を知ってるから、別に携帯がなくても生きていけるんだけど、でもやっぱり中毒になってしまったりとか、ずっとこう見てしまうっていうのは、あれはもうそういう仕組みになってるから、そういうシステムだから、私たちの脳を中毒にさせるようなシステムになってるから、もうしょうがないんですよね。うん。本当に。でも、なんか人と人とのつながりがなくなったら悲しいなって思いませんか皆さん。なんかこう、つながりがなくなってきたら、生きてる意味ないとか、そういう大げさな話じゃないんだけど、悲しいですよね。
うん。で、私が思ったのは、スペイン人の60代の女性2人を見て思ったことは、あ、こういうふうに行動で見せてくれる人がいたら、それを見て変わる人もいるんじゃないかなって思って、なんかこうしなさい、ああしなさいって言われてもみんな気づかないけど、そういう行動に移してる人、本当に思いやりがある人を見た時に、あ、私もこういう風になりたいなとか、ちょっとインスピレーションになったりとか、あ、こういう優しい人がいるんだな、私も次は、困っている人がいたら助けたいなとか、思う人もいると思うんですよね。で、もちろんその日のコンディションにもよるかもしれないし、その日なんかもうちょっとやる気なくて、もうなんか誰ともつながりたくないっていう日だったら、そういう風に行動に移そうと思わないかもしれないけど、なんかそういう上の世代、そういう60代の方とか50代の方とか、私たちの両親の世代の人たちの方が、もっと人によると思うけど、そういう人とのつながりを大切にしてる気がする。うん。それはもともとそういう世界に生きてたから、ね、携帯とかもない世界に生きてた人たちだから、もう慣れてるっていうのもあると思うんだけど、そういう携帯がない時代の人とのつながりっていうのは、なくなってほしくないなって個人的に思うんですよね。で、私たちができる、こういうことを、インスタグラムのストーリーで上げると、本当にね、30人、40人ぐらいの人からメッセージが来て、あ、私も最近そういう風に感じてるとか、AI が出てきて、人と人とのつながりがなくて、なんかちょっと悲しくなってるけど、あの、そういう風に文句を言うだけじゃなくて、なんかもう最近世界はつながりがないって文句を言うんじゃなくて、自分がつながりを作りに行ったらいいよねっていう話を、そのメッセージでやり取りしたんだけど、何人かとね。一人間としてちょっと、もっとつながりがあった方が、もっと楽しい世界になるんじゃないかなって思ったから、これをシェアしようと思いました。はい。ちょっと長い話になったんだけど、みんなはどう思うかな？みんなはどう？なんか、人と人とのつながりが薄くなってるなって感じることはありますか？私は、携帯はね、こういうビジネスをしてるっていうのもあって、見なきゃいけないことはあるんだけど、人といる時とかはもう、その携帯は本当にもう見ないし、その人との時間を大切にしたい。で、もちろんそういう、移動してる時とかは携帯見たりもしてるけど、周りで何が起きてるかっていうのは、ちゃんと気づきたいなって今回の件で思いました。っていうのは、そういう人とつながるチャンスを逃してしまうから、その助け合いができる場面もあると思うし、そういうふうに困ってる人がいても、例えば私がずっと携帯を見てて、妊婦さんが来て、妊婦さんの妊婦マークっていうのがあるんで、ここに映しますね。妊婦さんのキーホルダーをつけてる人がいても気づかないじゃないですか、もしずっと携帯見てたら。でも、それに気づいたら、あ、席どうぞって言って譲れるじゃないですか。あとは、そういう風になんかもし私がランニングしてる時に、もうずっと音楽ばっかり聴いて、全然その人とのコンタクトを取らないように、こういう風に走ってたら、多分気づかなかったと思うんですよね。そういういいつながりは生まれなかったと思うんですよ。でも私は音楽聴いてたけど、こう、すれ違う人の顔とかを見るから、で、目が合ったらおはようございますっていうようにしてるんだけど、そういう風にしてると結構ね、意外とおはようございますって笑顔で言ったら、笑顔で返してくれる人もいるんですよね。で、そういう瞬間こそ、うーん、人間だから味わえる瞬間じゃないですか。
人間じゃなかったらそういう人とのつながりとかコミュニケーションっていうのはあんまりできないじゃない、あんまりできないじゃないですかっていうか、人間だからこそ味わえる瞬間だと思うんですよね。だから、個人的に私は、この件で、私も気をつけようと思いました。あんまり画面ばっかり見るんじゃなくて、周りに何が起きてるかっていうのは、ちゃんと、意識したいし、もうちょっとせっかく人間として生まれてきたんだから、人間にしか味わえないことを味わえるように、その、社会からの言ったら、社会のシステムですよね。こういう AI とか、携帯とか、それに流されるんじゃなくて、自分はどうしたいかっていうのを、ちゃんと大切にしたいなって思いました。じゃないと、なんか80歳とか90歳になった時に、あれ、私何してたっけ、なんか画面ばっかり見てたなっていう人生、寂しいですよね。だから、もっと携帯を見てる時とか、SNS を見てる時は、誰かが楽しんでいるのを見てることが多いじゃないですか。もちろん何かを学ぶために見てる人もいると思うんだけど、こういうふうに日本語を勉強するために見てくれてる人もいると思うんだけど、もうこういうふうにスクロールしてる時、わーって無意識に見てる時って、何が入ってくるかわかんないし、まず。で、大体エンターテインメントが多いから、人が楽しんでるのを見て、楽しんでるじゃないですか。ってことは、それを見てる間は、楽しんでるかもしれないけど、自分の人生を自分が楽しんでるわけじゃないですよね。だからそういう自分が楽しむ、例えば絵を描くとか、友達と話すとか、本を読むとか、外に行って自然を楽しむとか、そういうことに使う時間がどんどん取られてる気がするんですよね。意識しないと。流されるとね。それは、なんだったっけな、なんか名言があったんだけどな。人生は自分が注目することの積み重ねですみたいな名言があったんですよね。Life is an accumulation of what you focus on, of what you put energy into. で、ずっとこれ画面ばっかり見て、そこに時間を取られてたら自分が楽しむ時間がなくなると思うんですよね。別にそれが悪いって言ってるわけじゃなくて、時々ね、脳をちょっとオフにして何も考えたくない時もあると思うんだけど、ずっとそれしてたらなんか人生もったいないなって思いました。はい。ということでちょっと長くなったんだけど、今日のエピソードどうでしたか？楽しんでもらえたら嬉しいです。皆さんはどう思うか？よかったらコメントで教えてください。はい。もっとこういうエピソードを聞きたい人とか、あとは会話のエピソード聞きたい人は、ポッドキャストもしてるので、もしよかったら、ポッドキャストも聞いてみてください。で、前までは、ポッドキャストのサブスクリプションだけで公開してた動画を、YouTube のメンバーシップにも最近載せ始めたので、もし、もうちょっとこういうソロエピソードを聞きたい人とか、日本人同士の会話をもっと聞きたい人は、ぜひメンバーシップに登録してサポートしてもらえると嬉しいです。はい、ということで今日は見てくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。みんなまたね。バイバーイ。